Okay, let's do this. Sure, let's go. Quit screwing around and start. それでは行きますよ。何してるの？ちょっと待ってね。今回はおてんま恋娘アレンジを流すから。ところで、今日は何をするんだ？そうね、今日はこの牛刀を紹介しようと思います。切れ味抜群の当時を F103 にニッケルダマスカス鍛造庫プロシリーズの一本背よ。この包丁は側面にニッケルダマスカスを使っていて、見た目もかっこよく、芯材は超硬質合金鋼で切れ味抜群。業務用でも満足できる作りになっているんだよ。ただしお値段38,500円とちょっとお高い包丁ぜよ。なるほどなるほど。それはどんな包丁か楽しみじゃないか。ほな早速本編スタートするぜよ。それでは皆さん最後までご視聴ゆっくりしていってね。どこだ？ここだ。雑な振り。めちゃくちゃ雑な振り。じゃあ、行きますよ。ほな改めて包丁を紹介するぜよ。当時よプロシリーズニッケルダマスカス鋼鍛造牛刀 210mm です。切れる、錆びにくい、かっこいいの3拍子揃ったなかなかのイケてる包丁なんだよね。へえ、そうかい。わかんないけど。ニッケルダマスカスってなんか意味あるの？まあぶっちゃけて言うとこの包丁ではただの飾りだね。切れ味に関係するのは芯材の素材なんぜよ。鋼材の名前はちょっとわからなかったけど、この包丁の芯材は超硬質合金鋼っていうかなり硬い素材でできているんだよね。なるほど。一番大事なのは包丁を研ぐっていうことなんだよ。どんなスペシャルな高級鋼材を使っていても研がなければただの生くらになってしまうんぜよ。そっか。まあそれも運命かな。そうだね。この包丁もしばらく研いでいなかったので紙がスパッと切れません。これだけ切れ味が落ちてしまったら鶏皮もスパッと切れなくなっているでしょう。今回は平のモラもできるだけ消して表面っぽいダマスカス仕上げにしようと思います。刃先は若さの砂しす板で研ぎ澄ませて、最終仕上げはカとダイヤモンドペーストで仕上げるぜよ。なるほど。私の細い髪の毛ぐらい軽く切れるように仕上げてくれよな。そうだね。相当切れるようになったんでびっくりすると思うぜよ。ただ見た目の仕上がりは称賛されないかもしれません。いつから君はそんな卑屈なやつになったんだい？僕は君のこと信じてるぜ。だってそうだろ？ここから始めましょう。せーの。長い。長い。これを全部？じゃあ8000番までは同じ作業なので終わったところまで通します。ぴょん。
大丈夫だ、問題ない。よし、じゃあ次。大丈夫だよ。失敗しても。では行きまーす。せーの。せーの。せーの。いつもと全く変わりません。じゃあ次。うわ、なんじゃこりゃ。いっちゃって、可愛く。うく主の、か、に、の、け。ごめんごめん、もう一回、何？うく主の、か、に、の、け。なんだって？ちょっとだけ上から行くね。ですよね。可愛くない？かわいい。うん。すごい。皆さん、見てる？やっぱりね、褒めてちょうだいな。いいね、いいね。とりあえずオッケー。とりあえずオッケー。とりあえずオッケー。いや、もう、閉めよう閉めよう。閉めよう、もうやめよう、もうやめよう。何もなかった。すごい、よかったよかった。だから今は、露骨な宣伝。たまに利用しよっかな。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。ついでに教えといてあげるけど。チャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。